夜に飲まれよ。我が名はレブナント、火力の神に寵愛されし絶対的得意点たる深淵の人形。ひれ伏し負の念をもって呼ぶがいい。レブ様とな。因果の極地へと至りし我の前に立ちふさがるノクターンブリンガーなど、存在の次元ごと歌方のごとく無産させて差し上げましょう。行く地はもちろん、自称の地平線の彼方、アビスオブファイブ。栄えある第一の生贄は、次元のひび割れにたゆたう虚無。霧の裂け目、貴様よ。さあ行きましょう。不定期なり地図情報欠落マジ？あ、ここからはあなたたちにもわかるように簡単な言葉で話してあげるわ。私の存在レベルが高すぎて普通に言葉を紡ぐと意味を理解できないでしょうしね。決して面倒くさくなったわけではないからね、本当に。今回の異物構成は刀強化6済み。普段近接火力を割ってる私でも6個も強化詰めば最強になれるはず。刀強化以外の効果はないようなものね。まあ持久力プラス3はありがたいか。あとただでさえ低い生命力がこれのおかげでさらに残念なことになってるけど気にしたら負け。生命力マイナス3相当だから現在 HP は140ね。儚すぎる。でもまあ今回はレベル上げられるからね。その時点で余裕でしょ。久々のレベルアップ。もうレベル上げることに対して幾ばくかの罪悪感を覚えるようになってしまった。悲しい副作用ね。まずはすぐ隣の炎大教会へ。とにもかくにも刀を拾わないことには始まらない。不定期なり内刀来た。一つ目の拠点でこれは相当ラッキーよ。なんとかトガビトどもをやり過ごして内刀ゲット。ここに始まる、私の無双物語。こんなに早くに出るなんてやはり私は神に愛されているのね。まあ出るまでリセマラし続けただけなんだけど、1日目のうちに出なかったらもうリセットして次行ってるわ。そして地図情報欠落だから遺体もしっかり漁りましょう。HP 最大時攻撃力上昇はよし。さあウイジン行きましょう。今こそその最強火力の一端を見せてちょうだい。まあ変みたいだし。あ。夢か。そうよね、この最強たるレブナント様が目下最弱ボスランキングトップ独走中の日の創世に負けるはずがないわ、たとえ変みたいであろうと。これなかなか時間かかりそうね。これで終わり。私の力を使えば変みたいであろうと3秒もかからない。刀最強。さてお次は。もう1回目の収縮開始か。まだ大境界攻略しただけなのに。とりあえず近くの行動。でもまた変みたいだし。いつも通り通路に引きつけて挟み撃ちね。フレデリック、ゴー。今回はミスらずに処理完了。この HP 最大時カットアップ程度じゃ変みたいだと絶対貫通してワンパンだから怖いったらないわ。中央砦行く前にスカラベ発見。でも刀の扱いに慣れてないせいかコースに大苦戦。うわしかもラダゴンの肖像。なんて無駄な時間を。詠唱速度速くしても今回意味ないんだって。何はともあれ内刀をレア強化完了。あなたの本当の強さ、ようやく見せてもらえるのね。中央砦は湿地騎士か。ってまず、奥の湿地騎士に気づかれちゃったし。どうしよこれ。一旦退避。下に来なさい。よし来た来た。ソロだとあの集団は厳しいわね。1対1なら湿地騎士程度どうということはない？ダッシュ R2 で約200ダメ。これは強い。強い、よね？ほら、344よ。この数字、わかる人にはわかるはずよ。これがどれだけ火力出てるのか。実際のところ異物の特定武器強化は1つ当たり 1.09 倍。これが6乗だから今の実際の火力ハスの状態の約 1.7 倍になってるってことね。弱いわけがないのだ。赤目湿地騎士の周りの雑魚ども倒すのにとんでもなく苦労したので8倍速。でも雑魚から倒すのはいい戦法かもね。資料ちゃんたちが戦ってくれてるわ。シンドロだとこいつらの火力がとんでもないからできる限り利用していきたいわね。あとファミリーの火力も相対的にかなり高い。本当に自走しかないとほぼファミリーがメイン火力になるわね。たとえ死んでも何回でも蘇る。そう私はレブナント。いやそれはやめてー。危ない危ない。そういやこいつ回復するんだったわね。低火力だと地味に超厄介なポイントね。いや今が低火力って言ってるんじゃないわよ決して。刀強化6済み最強。敵がいないし戦闘状態で回復しないってのだけが唯一の救い。
さてもう収縮始まっちゃったし買い物で終わりかな。さまよう祝福は怖いからちゃんと買っておかないとね。レベルは5か。さまよう祝福を優先したから仕方ない。やっぱ近接だとルーンも溜まりづらいわね。いや2回も死んだせいだろうけど。さて夜ボスはクレイディアじゃん。最悪。こいつは近接とか関係なくいついかなる時でも最悪だけどね。さて本番行きますか。まずは味方の資料を有効活用するためにアーツ切っちゃいましょう。普段なら敵倒しアーツゲージ増加でアーツゴリ押しもできるんだけど、あいにく今回はこの刀のために全てを捨ててきた。ダメージはなかなか通ってる方かな。雷撃はまだ相性がマシな方。でも私の HP は溶けて糸も絡みついて、ゴリ押ししすぎたか。ここから長い戦いになるわよ。戦闘開始1分も経たずに聖杯0本。ただしここからがレブナント。私には回復があるわ。一発でやられない限り何度でも蘇ってあなたの頭に刃を突きつけましょう。それこそレブナントのようにね。ワンパンされたら知らん。はわ。ほらね、生きるのよ。HP 最大時カットアップがあれば。コブモの攻撃精度なら。コブモを倒せば味方はできるんだけど、他のボスみたいにこいつらをメイン火力にはできないわね。ファミリーもそうだけど誰も頭を狙ってくれたりしないし、私の手で削り切るしかないってのがフレイディア戦の辛いところ。よし。まだフレイディア3割も削ってないのに。1回目の復活。残りはもう1回。頭取れちゃったし、だる。ただでさえ少ない攻撃チャンスが、一番のコースタルビーム時の反対側殴りがこれで封じられちゃった。これだけ近接で長く戦ったのは初めてだからちょっと分かってきたわ。頭殴るときは真正面からよりも左側から攻撃した方が当てやすいみたいね。いや刀だからこそで他の武器だとまた違うかもしれないけど。成功の残り1個か。でもペース的にはなんとか間に合いそうね。まずい。これで本当に最後の復活。もう次はない。ついに最後の成功まで使っちゃった。そろそろ決めないとマジでまずい。よし温まった。ここで残り削り切るわ。セバスチャンおとり。ファミリーはやっぱり周りの子供を引きつけやすいセバスチャンが一番いいわね。結局被弾のほとんどは殴り中の子供の攻撃だし。で全然攻撃当たってないんですけど。よさ。危ない。アーツ中じゃなけりゃ死んでたわ。でもせっかくのアーツなのに一発も攻撃入れられなかった。なんでこうなるの？しかもこれで回復の SP も尽きた。本当にもう後がない。頭がもげてさえなければもうこのビーム中の殴りで終わってるはずなのに。頭以外に一切ダメージ入らないって冷静に考えたらどういうことなのよ。やばい。セーフ。あれ？なんで負けるのー。あいつマジ強すぎ。正解がわからないんだけど。コブモの脇量が異常すぎるのよ。普段は重装があるからある程度まとめて処理できるけど、近接攻撃だけだったらここまできついとはね。あと頭もげるのはどういう基準なの？毎回もげるわけじゃないってことはダメージじゃないわよね。耐性値とか長引いた時ほどもげやすい気がするし。だったらより厳しいわね。気を取り直して次行きましょう。標的はリブラ。南西から始まるのは悪くない。一番厳しいのは刀を手に入れるまでの攻撃手段。今回もいつものあれを頼りにするわ。はいいつもの。これないと序盤が厳しすぎるからね。結局呪霊鈴最強ってわけよ。最初の大境界でコモンクルイビをドロップ。常世カリをレベル1縛りで出ろ。ボスは変異体霊病騎士。一瞬右にもう一体雑魚変異体がいるのかと思ったけど赤い体だったわ。こいつは火の創兵よりは強い。というかすぐワープするから面倒くさい。呪霊鈴だけじゃ削りきれないだろうな。
案の定 FP 切れてセバスも死亡。残りは呪詛で。はい、オッケー。お、刀来た。って脇差しかよ。まあ HP 最大時攻撃力アップはいいけど。脇差しは刀ずらしてるし、実際に二刀流すれば刀として扱えるんだけど結局短剣だから刀強化は乗らないのよね。そんなこと言ってたら赤い隊がまさかの執行者で刀ゲット。これは超ラッキー。執行者さんの魂、私が譲り受けるわ。しかも執行者の刀ということは戦技はやいね。強い戦技だからできれば使っていきたい。スカラベで試し切り。このモーション、狭間の血のものと変わらないわ。しかも砲塔盾。実質 HP 最大時カットアップゲット。小や H を攻略して武器あさり。普段はこんなところ見向きもしないけどね。拠点のボスが変みたいだった場合この装備ではちょっと厳しいからね。そこの無属性ダイヤ H は老子変異体。スルーね。アンコモンの変異体と戦うくらいなら恐るべき強敵の方がまだマシまである。まあ結局は敵次第だけど。うわそこも変異体かバカ。ともかくコモンのままじゃ戦えないからとりあえず再びの行動。いつも通りの奥通路引き込み。アーツゴリ押しで素早く撃破。やっぱ出血が強いわよね、刀は。すぐ上の発狂ダイヤ H で強化完了。ここのトロルも変異体だけど、さすがにやるか。いやちょっと雑魚起動しちゃったしここよりはさっきのカバでいっか。変異体の黄金カバ。ちょっとレベルが不安ね。ピア。もう許さん、貴様は絶対に私の手でほふる。あ、でもその前にルーン回収はさせてね。2回目死ぬなんてことはないだろうけど念のためね念のため。やられてもいいという状態が心の余裕を生むのよ。収縮始まっちゃった。急がないとまずい。ガンガン居合入れてかないと。ガフ。危ねえ今死んでたぜ。居合は前隙が短い分はやっぱ後隙はそこそこ大きいんだったわね。実際に使ったのなんて何年ぶりかわかんないから忘れてたわ。ほえ？ピエー2回目ルーンこっち側でよかった。カバー相手に2回も死ぬなんて。自分の動きの甘さが身に染みるわ。やっぱ遠距離攻撃に頼ってたつけか。もうちょっとだけどここでタイムリミットが。どうする？いや逃げる。ここで欲張ったらダメ。次はいつ刀が拾えるかわからないんだから。お前はあと、夜ボス倒してから戻ってくるわ。前座は指虫。ってことはムカデーモンね。いて。あれあんま痛くない？砲塔立てタリスマンのおかげか。にしても火力低めね助かるわ。正直ムカデーモンよりもこのデカ指虫の方が怖い。戦うこと少なすぎてこいつの動きなんてまるで覚えてないわ。なんとかファミリーに頑張らせるか。もう怖いからアーツ使います。前座も近接だと厄介になる奴ら、他にもいそうね。さて本番。いやもう本番は終わったかな。ムカデーモン、あなたはナイトレーンのスピードについていけてない。ここはロードランではないのよ。鈍色ドラゴンさんと共に1日目最弱のうちの1人ね。まあ助かるからいいんだけど、過去作のボスが強すぎても困るしね。隠しボス級ならともかく。聞いてるか、フレイディア。さて味方資料が全滅したから戦い始めましょうか。あいつら1ダメージも与えずにいったわね。まあよくあることだけど。ムカデーモンのアンチはここ。両足の外側ね。ここキープしてたら大体大丈夫。大ジャンプは不安ならガードしてれば OK ね。ジャンプ攻撃は適当にローリング。疾走で奥まで抜けちゃうのもいい。足踏みは3発。最後の2回が同じ側なのが特徴。どっちの足に張り付くかだけど、こっちの方が一発目が来ないから安全ね。ただし殴れる隙は反対側の方が多いから一長一短かな。おっと回避ミス。でもダメージはゼロ。そうナイトレーンならね。腕を背中に回したらジャンプ直下火投げ。これだけはすぐ離れましょう。その後即近づいて攻撃。この攻撃の着地は攻撃判定ないからね。腕と尻尾ブンブンは足の横いれば当たらない。
これを無視できるのが一番楽なポイントだわ。全部解説終わったので倍速します。はい、終わり。当然ノーダメ。レベルが不安だったけどこいつでよかったわ。さて随分待たせたわね。2日目はまず貴様のとどめを刺すところからよ。よしオッケー。一体こいつにどれだけの時間費やしたことやら。またスカラベ倒したらルツボ羽で実質回避強化。今回はタリスマン運いいわね。さて霊木の横は鈴玉狩りか。パリーあったかな？あ、脇差しパリーあるじゃない。探検のパリーは確か小盾と同性能だったわよね。だったらやりましょう。ちな探検のパリーなんて使うのは人生で本当に初めて。でもくしくも刀に投入。刀界にふさわしい最高のシチュエーションじゃない。ここで私の華麗なパリーテクを見せて鈴玉狩りを倒せば高評価待ったなし。でも怖いから一旦アーツ使いましょう。一旦ね。ヘレンが死ぬまではちょっと様子見。後ろから殴ってちょっとでも稼いでおきましょ。まだ死んでないけど来たわね。はい。よし、普通にパリーできる。脇差しパリーかっこいいじゃない。ヘレンも退場したしここからが本番よ。はい余裕。まず致命1回目。おお、出血のおかげでとんでもないダメージ。やっぱ深き夜だと遅いです。強敵は悪くない選択肢ね。変異体の通常ボスに比べるとまだ体力少なく感じるわ相対的に。はい2回目。まあ出血なしだとこんなもの。十分ダメージ出てるっちゃ出てるけど。はい3回目。4回目。今日の私は冴えてるわ。出血も入った。残りはもうわずか。はい5回目です。次でラストかな？鈴玉狩り。あなたは弱い。カバの方が強かったわよ。なんならこれで終わりにしましょう。ダメ攻撃。あやばひるみ間に合わなかった。アップなー。謎のバックステップまで出ちゃったし。でもこれで終わり。残ったのは私の完封勝利という事実のみ。いや完全試合と言ってもいいわね。報酬も近接攻撃アップのレジェンドとはしっかりわかってるわ。いやーいい戦いであった。ソロ近接なら鈴玉狩りは意外と狙い目なのかもね。パリーあればこそだろうけど。さてお次は中央砦攻略。トロルか。出血とは相性いいけど単純に雑魚が多いのが困る。一旦アーツで。アーツ効いてる間だけね、安心してガン攻めできるのは。あのツボ投げ野郎。完全にアーツ切れるタイミングを読み切って投げてきやがった。相当できる個体ねあれは。今度はしっかり手前側に寄せて処理。出血あると楽だわ。次のトロル行こうと思ったら、もう気づいてるじゃない。そうだったわ、あそこでセバス召喚はご法度だった。横からのツボでまた死んでてもおかしくなかったわね。ラッキー。一人で地下のザメルとやり始めたんだけど。うわもう収縮。これは無理ね、絶対しましょう。最後に魔力小砦だけ攻略。変異体だけど大丈夫かな。とりあえずそっちはよろしくフレデリック。はい魔術師はオッケー。うわでも向こう行っちゃったか。雑魚が怖い。ゲックレちゃんもやられちゃったし。でも体勢崩し、間に合え。ギリギリセーフ。お前ら雑魚の相手してる時間はないんだけど。セバスチャン頼む。やばいもう雨来てるし。でもセバスが全部のタゲ取ってくれた。さすが頼りになる男。今のうちに。よしいけた。でもいらんかな。まあ稼げたからオッケー。うわ敵かと思ったら味方か。お前もっと早く救援に来なさいよ。やること終わったしいざ最後の知恵。ボスはしびれの鳥か。ちょうどいいわ。レベル1縛りでボコられたその雪辱をここで果たしましょう。古騎士の運用対策もちゃんとしてきたわ。あら資料ちゃんたちが、さっき死んだはずだけど。あ、そっかアンデッドだからとどめ刺されないと生き返るのか。めちゃくちゃ有能な味方ね。本編2杯もアンデッド系はなかなか死ななくて強かったものね。それにしてももともと資料みたいなものなのにさらに資料化しちゃって。一体今どういう存在なのか彼らは。
アーツ節乗ってる時でも戦闘不能にはなるみたいね。そこからのとどめが刺されなくなるのかな？火力も高いしいてくれるのは嬉しいんだけど一人じゃないとちょっとムーブが安定しなくて怖いわね。全員いなくなるまでは様子見かな。ファミリー特攻させながら。まあ体育帰っとるわ。全然消えないこいつら。また復活してる。あいつ遠距離攻撃もあるし有能すぎない？硬いい方はさすがにやられたっぽいわね。あやべハゼル霊園来た。アンチは N。ちょい。なんだ？今アンチ入れたと思ったんだけど。切り替えて次。お、体勢崩しきた。結構殴れてはいるのよね。出血効かないからダメージが伸びないけど。相性は決して良くはない。あ、また来た。今回も N。500。嘘でしょ、また食らった？何回来たけどそんなはずは。後から見直したけど原因は方位表示とロックオンのズレね。以前どっかで解説した方位表示によるアンチ確保。これは守備霊が画面の真ん中にいることが前提条件。ロックオンしてれば基本的に敵は画面中央にいるんだけど横に移動してると修正されるまでに少しのズレが生まれる。それでアンチに入ったつもりが実際にはアンチじゃなかったというわけね。別に前から知ってた情報だけど、遠距離攻撃で戦う分にはある程度アンチ確保に時間余裕があったから問題になることはなかった。けれで近接だと画面を落ち着ける時間がないからこの罠にまんまと引っかかってしまったわ。近接守備霊。難しいのね。あ、残り HP はアーツとフレデリックゴリ押しで削り切ったわ。3日目。さまよう祝福2つ確保できたのは大きい。二重も両手持ち攻撃アップや近接攻撃アップに攻撃連続時カットアップといいのが拾えた。レベルは11だけど負ける気はしないわ。そしてお待ちかねの取引タイム。技量出ろ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 神秘デモか筋力せっかく数少ない能力変化を活かせる回なのに。結局いつも通り取引なし。残念。通常リブラね。なら余裕でしょ。もうバリアも飲んじゃいましょ。今日こそは一回も死なずにこいつを倒してみせる。私ならそれができる。なぜなら私はレブナント様。ただの小娘とは違うのよ。失血。ダメージ X。やっぱ刀って強いわ。そして1回目の強化栄称。ここは確実に阻止しましょう。なぜならこれが最初で最後の阻止になるからね。間に合わないなんてことは。さすがにないわね。でも復讐者だとむしろこっちの発狂モードの方が苦手になりがちかも。ソロなら1戦闘で1回しか戦わないからね。攻撃強化モードに比べて戦う回数があまりにも少ない。でも強化モードよりはまだ攻撃優しいから稼げる分はしっかり稼ぎましょう。距離回避なんて甘えは捨てたわ。その挙句足も同じ。攻撃チャンスを逃さぬようしっかり距離回避しましょう。この連撃だけで点ダメ。刀最強。で2回目の強化栄称。ここからが本番ね。一応阻止しようとしてみる。まあ無理ね、わかってたけど。特にやることもないよね。ここから毎回暇になるってことか。まあいい休憩だわ。ファミリーでも出して強化状態やり過ごす？あでもセバスダメなんだった。低弱点で魔法陣でワンパンだしね。おとなしく一人で戦いましょう。結局強化状態一番の問題はこの回転結晶。これと地面魔法陣のコンボが一番の脅威よね。回転結晶をできる限りより回避しないで済むような位置取りが大切。具体的には回転結晶の回る方向側へ動いておくことね。攻撃はできる時だけでいい。結晶フラッシュも危険だから離れましょう。いや本当に攻撃が苛烈すぎてこっちの攻撃差し込むところがないわ。ところだと結構様子見してくれてるからたまにやるとこのガン攻め具合に驚くよね。って話は前にもどっかでしたかな。さすがにまだ一発も入れれてないしもうちょっと攻めた方がいい？ここかな。ワープ後にロリ R1 一発。決勝フラッシュ始まる前にも一発。安全に行くならこんなもの？本当はもっと近づいて杖殴り誘発させたいんだけどね。で強化形態最後の発狂いざない。これは意外と余裕で耐えれることがわかってる。なんならレベル1の耐性とスタミナでも大丈夫だったからね。レベル11もあれば何もされてないのと同義よ。
地面魔法陣もできればラリ回避で攻撃チャンスを作っていきたい。その末殴り4連撃が一番嬉しいわ。最後回り込んで、いやいや R2。確実に入れれるところぐらいは使っていきたい。本当はもっと使える場面あるだろうけどちょっと不安で使えないからね。おっと危ない。密着だとこの末押し出しが発生早くて怖い。でも威力は低めだったはずだし最悪ガードでいいってのは助かるわ。で3回目の強化栄翔。暇です。ここの後引きダメージカットあるんだっけ？いやないわね。ならしっかり攻撃入れないと。はい、今回も無傷で生還。攻撃は全然入れれてないけどね。月一発目が4連撃は美味しす。もうちょっと頑張れば最初3発分も1回避できそうなところあるんだけどそこまでは詰め切れてないのよね。決勝フラッシュは攻撃チャンス。空中モードなら特にね。出血うまうま。いやいや R1。なぜいやいや R1 なのか。チャンス叩きつけ後にいや入れようと思ったけどあれ ?R2 間に合うかなってひよった結果の R1 ね。初めて使ったまである。そして4回目の強化栄翔。なんか長くない？いやそんなことがあるはずはない。だって刀強化6済みの私は最強火力なのだから。本当は強化後の隙にもっと攻撃入れたいんだけど最後完了時の爆発にもちゃんと攻撃判定あるからね。確か。いや一発程度で我慢しておきましょう。あんまり回転結晶ばっか設置しないでくれる？動きがどんどん制限されていくんだけど。それ、そういうのでいいのよそういうので。ほら。でもAIって結構 FP 食うのね。正気 FP15 か。序盤の筆行者だと何発かしか打てないでしょうね。これを FP 気にせず打ちまくれるのが復讐者の強みよ。いやまあこのレベル帯だと誰でもほぼ一緒だけどね。そしてまた強化状態をノーダメージで切り抜けましたとさ。これもう負ける気しないわね。無視どころか無被弾完封待ったなし。チェピ。今ローリングをしたのに。2人投げで、こんな初歩的なミスを。攻撃を当てりすぎたわね。まあいいわ。一発耐えるのも分かった。死ななければやつぜへ。ピエーン。なんでいつもこうなる？いつも一発食らった後にすぐまた食らうの本当に何？私が被弾が動揺してるとでも言うの？もう怒ったカンナに許さないカンナ。もう食らってもいい、死んでもいいという気持ちが私を強くする。ここからは頑攻めよ。強化栄翔。休憩します。何やら画面がうるさくなってまいりました。こうなると攻めようがないから困る。遠距離でそれやるのマジで意味ないからやめた方がいいよ。近づいてくれるのは良好。2度は回避ミスしない、それが私。そして今回も強化終了。おっとまたスタミナ切らして被弾するところだった。戦いの中で成長している。いや毎回忘れてるのを思い出してると言った方がいいのかもしれないわね。そしてまたいつもの。もう何回目だったかわからん。卵は怒り状態とも戦いたいよ。強化状態で杖で殴ってくれる時のお得感半端ないわ。何そのアークキャンセル、知らないんだけど。知らない間に安手でもされた？回転結晶設置して発狂いらないやめてね。結晶フラシのケアだけでキャパいっぱいだってのに。まあ私にかかればこんなものだけどね。そろそろ終わりにしてもよろしいか？あんまり長いと視聴者が刀強化6済みって弱くね？なんていう誤った考えを持ち始めないからね。これで終わりよ。これは当然の勝利。私は白いのと違ってこの程度で跳ねて喜んだりしないわ。対戦感謝。というわけで刀強化6済み編、初戦は無事勝利。初戦だけど何か？せっかくだからもう少しやりましょうか。通常夜の王だったし。常世の王かなメレッストラゲスあたり倒すまではこのまま続ける予定。あと通常マリスもかなり強敵になりそうだからそれをラスボスにするのもありね。常世マリスは刀強化いきないからむしろやりたくないけど。では今回はここまでにしておきましょう。観測者よ、世界の断りが再び交錯する時まで、ログを刻んで待つがいい。